清春チャンネルです。今回の清春チャンネルは、息子の友達がお客さんがチェーンソーをくれたんやけどエンジンがかかるかわからんのや、整備してくるかなと持ってきました。スパークには問題ありませんでした。エアフィルターは木くずとチェーンソーオイルが混じってベタベタでしたが、掃除をすればきれいになるでしょう。カメラを作業台の上から撮っています。手にピントが合ってしまいます。カメラを通して作業するのも結構難しくて、カメラスタンドに固定して撮影しています。作業に真剣になっていると画面から外れていたり、これも結構難しいものです。キャブを分解してダイヤフラムのチェックをします。ダイヤフラムは劣化で少し硬くなっています。これは交換します。燃料バルブはちゃんと動いてますので、このままの状態にしておきます。ポンプ側のダイヤフラムは少しこれも硬いので交換します。燃料バルブの調整は、ダイヤフラムのへそが押した時にドライバー下の縁と同じ高さになるように調整します。このキャブはちゃんと合っているのでこのままにしておきます。このチェーンソーの元のキャブ調整を調べておきます。H が1回と4分の1回転、ローは4分の3回転でした。
一通りの洗浄が終わったので、キャブを組み立てていきます。いつも言うように、私は機械いじりが趣味の田舎の親父です。修理でいただくのは部品代金だけです。今回はこのダイヤフラムセットだけいただきました。修理の依頼は私の知人ばかりです。今回の依頼人は息子の同級生です。カメラのピントが手に合ってしまうのでラジオペンチにしてみましたが、これまた難しいですね。工具箱の中を探せば買いだめした燃料パイプがあるのに、この燃料パイプは劣化しているので交換が必要だなと思いつつ、せっかちな性格で早くエンジンテストがしたくて硬いパイプを入れようとしています。結局この燃料パイプは劣化のためかなり硬かったので画像には映っていませんが、新品に交換しました。頭の中と行動がちぐはぐなじじいなんだから困るわ。エアクリーナーは灯油でチェーンソーオイルを洗い流すと物はきれいでまだまだ使えそうでした。結果から言いますと、このチェーンソーのエンジンは大変調子が良かったです。それでいざ試し切りをしてみると、右へ大きく曲がって切れていくことが分かりました。
ご覧のように試し切りをすると右へ大きく曲がるため、バーの上半分が切り口に挟まり、刃が回らなくなります。最初に直径5センチぐらいのものを切った時にはわからなかったのですが、直径が10センチ以上のものを切ってみるとご覧の状態になり、切り進むことができませんでした。かえって刃を調べてみると、刃の長さは 5.5 ミリから6ミリの間で、左右にあまり差はありませんでした。しかし、よくよく刃の角度を観察してみると、明らかに角度が違っていました。私もよく若い頃こうなっていました。何度も何度もチェーンを買い替えました。ご覧のように刃の研ぎ方は個人差が出るもので、赤に塗った左側の刃は角度が30度ぐらいでよく研げていました。しかし青く塗った刃は角度が35度くらいで研ぎが鋭くありませんでした。刃が丸くなり、よく研がれていませんでした。刃の角度を揃えるために、もう20年ぐらい前買った刃を研ぐための補助具で揃えようとしましたが、今一つ使い勝手が悪く、角度の確認だけしました。老眼鏡を持ってくればいいのに、めんどくさくていい加減な印をつけて、また20度5度のところに印をつけてしまいました。ほらほら出た。じじいの悪い癖やわ。定規当てて正確かと思えば、扱うじじいがいい加減なんだから、ちゃんとメガネかけなさい。私は自己流ですが、自分の手で研磨した時に角度が30度になるようにバーに印の傷を入れて、いつも同じところから2回だけ研磨します。以前はヤスリの食いつきの感覚だけで2回だったり4回だったりと決めていませんでした。それが長くヤスリがけをしていると、片方の刃だけでも大きさにばらつきができていきました。最近は当たりが悪くても片方2回、反対も2回と決めています。ちなみにこのチェーンソーは赤は2回、青は4回から5回ヤスリがけをしました。まだほんの少し右に曲がるんですが、
大体の大きさのものは切れるようになったので、最後に二股に分かれたところを切りました。今回も最後まで滑舌の悪いじいじにお付き合いいただきましてありがとうございました。よかったら登録といいねをよろしくお願いいたします。まだまだラジコン草刈り機の画像もたくさんあるのですが、次回はファンヒーターを修理します。お楽しみに。